はい、それでは今から、講義を始めます。で、今回はですね、前回最後の方で予告しましたように、リカードのですね、虚子的動態論についてお話をします。ただですね、その前に、前回はリカード差額値大論の、お話だったんですけれども、今日の話とかなり、関連しているところがありますので、話を進める前にですね、簡単に前回の復習をしたいというふうに思います。前回はですね、よくわからないという方も中にはちょっといらっしゃったようなんですけれども、このスライドのですね、1枚目を見ながら、復習したいというふうに思います。これは前回も、示したのと同じ表、ほぼ同じ表なんですけれども、で、ここではですね、一つの世界が想定されているということを申し上げました。で、この世界の中にはですね、同じ面積の、ABCD というですね、4種類の土地があるわけです。で、ABCD はですね、面積は同じなんですけれども、じゃ何が違うのか、何が違って ABCD というふうに分けてるのかというと、そのphong度ですね、土地の豊かさの度合いが違いますということでした。で、この ABCD の土地に対して、同じ量のですね、資本が投下されているわけです。で、同じ量の資本の投下だということは、この表の中で、どこに示されているのかというと、右から3列目ですね、3列目の、資本投下のところがですね、どの土地に対しても、いずれの土地に対しても、資本投下が50シリングであるということにですね、示されているわけです。で、念のために言うと、この50シリングで、50シリングの資本で、資本家、経営者は何をやるのかというと、そのお金で、人を雇ったりですね、あるいは、農業を行うための、いろんなですね、資材を購入するわけです。で、こういうふうにですね、同じ金額の資本が投下されているにもかかわらずですね、その農業をやった結果として出てくる、出来上がってきた生産物の量がですね、土地の種類によって違っているわけです。生産量は、土地の種類によって、格差があるわけです。で、一番、この場合生産物は小麦なんですけれども、一番小麦の生産量が少ないのはですね、A の土地で、1クォーターしか生産しないということです。生産1クォーターというのは穀物の体積の単位ですね。300リットル弱だというふうに申し上げましたが、それしか生産しない。他方で、一番ですね、小麦の生産量が多いのはですね、D の土地で、4クォーター、2列目を見てるわけですけども、4クォーター生産してるわけです。で、こういうふうにですね、土地の種類によって、小麦の生産量が違うということがですね、
どうして生じてくるのかというとですね、それは先ほども言いましたけれども、土地が持っているphong度、土地の豊かさの度合いが違うからなんです。つまり、D はですね、優れた土地なので、多くのですね、小麦を生産する。がしかし、A はその劣った土地なので、一番ですね、少ない、小麦しか生産することができないわけです。そこではですね。で、こういう場合にですね、じゃあ小麦の価格は、その、どういうふうにして決まるのかというとですね、小麦の価格は A の土地で生産される小麦の生産費を基準にしながら決まっているわけです。つまり、小麦の価格はですね、最もphong度が低くて、したがって、小麦の生産量が一番少ないですね、土地の生産費を基準にして、決まっているわけです。で、こういう生産力が最も低い、土地のことをですね、経済学では再劣等地、ちょっときつい表現ですけども、再劣等地と、言うんですよということでした。それに対して、再劣等地以外の土地、今の例で言うと、B、C、D の土地なんですけれども、それをですね、優等地と言っているわけです。つまり、小麦の価格はですね、再劣等地の生産費で決まるわけです。それではですね、具体的にどういうふうにしてですね、小麦の価格が決まるのかと言いますと、え再劣等のA の土地ではですね、え50シリングの資本投下の結果としてですね、1クォーターの小麦が生産されています。そうするとですね、1クォーターの小麦の価格はですね、今資本として投下された50シリングにプラス10シリング、合計で、60シリングになるわけです。どうして、今私はですね、50シリングに、10シリングをプラスしたのかと言いますと、投下された資本だけでは不足で、そこにさらにですね、利潤として10シリングをプラスしなくてはいけないからです。資本を投下した、資本家、経営者の立場からするとですね、投下された資本が回収されるだけではですね、十分ではないわけです。そこにさらにですね、自分の儲けとして利潤をですね、加える必要があるわけです。利潤というのは、これも前回お話ししましたように、資本を投下することに対して、資本家が受け取る報酬であるわけです。そういう、その利潤、報酬の大きさをですね、今、ここではですね、仮に、10シリングというですね、大きさに想定しているわけです。で、そして、この表の中ではですね、利潤の大きさは、すべての資本家にとって
同じ大きさになっています。つまり10シリングになっています。で、これはですね、この社会では、その平均利潤というものが存在しているということを意味しているわけです。で、なおですね、これも前回の終わりの方で言ったことですけれども、こういう説明の仕方をするとですね、えー今の話は、私が前回お話ししたことと矛盾しているのではないかという疑問を持たれる方がですね、いらっしゃるのではないかというふうに思います。で、一つはですね、リカードがここで投下された資本に利潤を付け加えるということはですね、前回お話しした、リカードの分配に関する説明に反しているのではないかということです。で、リカードの分配に関する説明というのはどういうものだったでしょうか。それは、利潤というのはですね、商品の価値、価格から労賃と地代を差し引いた残りだという理論です。ですから、これは今言った、今先ほど説明した、投下資本に利潤を付け加えるということとですね、矛盾しているのではないかというふうに思われる方がいらっしゃるのではないかというふうに思います。で、まずですね、申し上げなくてはいけないことは、リカードの分配理論、つまり、利潤がですね、商品の価値、価格から、労賃と地代を差し引いた残りだというですね、そういう理論、そういう分配理論は、地代に関するここまでの説明ではですね、まだ使っていないということです。リカードの分配理論は、実はですね、これから、つまり、本日のメインテーマである、挙手的動態論の中で使います。で、その上で、さらに申し上げなくてはならない点はですね、資本が投下されるためには、どうしてもですね、利潤が必要なんだということです。儲けもないのにですね、自分の大事なお金をですね、リスクだけを冒して事業に投資する人はいないわけですね。もちろんですね、たまたま、事業に失敗して損する人はいます。しかしそれは、また別の話で、えある事業に投資してですね、順調に普通に事業を行えば、社会的平均的な利潤が得られる。そういう見通しがあるからこそですね、人々は、自分のその大事な虎の子のお金をですね、事業に、投資するわけです。そういう社会的平均的な利潤をですね、今、ここではたまたまですね、50シリングの資本投下に対してですね、10シリングと、想定しているわけです。社会的平均的な利潤なんで、ここではですね、ABCD
すべての土地で同じ金額に想定しているわけです。でさて、1クォーターの小麦の価格がですね、先ほど言ったように決まって、その金額がですね、60シリングであるとするとですね、A の土地は1クォーターしか生産しないので、当たり前ですが、A の土地で生産される小麦の、総販売額も 1×60 で、当然ながらですね、60シリングであるわけです。でそうして、1クォーターあたりの小麦の価格がですね、今言ったように60シリングに決まると、今度は、有当地に目を向けてみると、その BCD の土地で生産される小麦を販売して得られる総額はですね、これ3列目ですけれども、それぞれ、120シリング、180シリング、240シリングになるわけです。なぜかというと、BCD の土地ではですね、再列島地である A のですね、2倍、3倍、4倍の、生産物が取れるからなんですね。で、これらの総販売額と、その再列島地である A の総販売額との差額。でこれがですね、すなわち、地代として、土地所有者、地主の収入になるわけです。一番最後の列ですけれども、地代の額はですね、BCD の土地で、それぞれですね、60シリング、120シリング、180シリングになるわけです。で、なおですね、これはちょっとこの間お話ししなかったことなんですけれども、ここでですね、この表の応用問題として、農産物の供給過剰、人々の消費を超えるような農産物の生産の過剰がどうして起こるのかという問題をですね、少し考えてみたいというふうに思います。で、この世界で、必要な小麦の量は、一番下の K のところを見ていただくと分かるんですけれども、10クォーターなわけです。しかし、社会の中での需要量が減ってですね、この世界にとって必要な小麦の量が、10クォーターではなくてですね、今、9クォーターに減ったとします。で、そうするとですね、A の土地で農産物を生産する必要はもはやなくなるわけですね。BCD の土地で農産物を生産すればそれで良いということになるわけです。でそうしますと、再列島地はですね、A ではなくて B であるということになるわけです。A の土地が、耕作されなくてもですね、この世界全体で9クォーター、この世界全体で必要な9クォーターの小麦が生産されるからなんですね。
その場合ですね、最劣等値は B になるのですから、小麦の価格はですね、B における生産費を基準にして決まるということになるわけです。つまり、2クォーターで60シリングですから、1クォーターあたりにすると、30シリングにですね、小麦の価格が下がるわけです。つまり、A の生産費を、A の土地の生産費を基準に農産物の価格が、決まっていた時と比べてですね、半分になるわけです。ところがですね、今、何らかの理由でですね、何らかの理由というのは、例えば、政権と、政権を握っている政党がですね、選挙の時に地主の支持を取り付けたいといったようなですね、政治的な理由によって、小麦の価格がですね、補助金を使って人為的にですね、1クォーターあたり、以前と同じように60シリングに高められている、維持されていたとします。でそうすると、その場合にはですね、A の生産費もですね、ちゃんと賄われるようになりますから、A の土地でもですね、生産が行われるようになります。そうすると、この世界の中で、生産される小麦の総量はですね、9クォーターではなくて、以前と同じ10クォーターに、なるわけですね。で、その結果、社会的な今の社会的な需要量である9クォーターと比べてですね、1クォーターだけ、小麦の生産量が過剰になっていると、いうことになるわけです。はい。ということで、前回の復習とですね、それを踏まえた、応用問題を一つ考えてみました。それでですね、これからですね、今日の主題に入っていくわけです。主題である挙手的動態論に入っていくわけです。それでですね、引き続き、リカード経済学の世界の中に、私たちはいるわけです。ただし、話の次元が違っています。今までの話はですね、ある時点における、老賃、利潤、地代の関係の話でした。つまり、少し極端な表現の仕方になりますけれども、均衡した状態でですね、時間が止まっている世界のお話でした。そういうのを、これも前回出てきた言葉ですけれども、生態論というわけです。これが今までのお話ですけれども、しかし、これからお話しするのはですね、長い歴史的なスパンを眺めた時の話です。長期傾向的に見てですね、老賃、地代、利潤、こういった三変量の間の関係がですね、どういうふうに歴史的にですね、変化していくのか、
そういうお話です。こういうですね、リカードの長期歴史的傾向に関する議論はですね、挙手的な動態論、あるいは局地的動態論というふうに呼ばれているわけです。で、リカードの挙手的動態論をですね、あらかじめ結論的に申し上げますと、このスライドに書いてある3つのですね、命題に要約されるわけです。これも前回の最後の方でですね、次回の予告として、紹介した命題なんですけれども、一つはですね、時代とともに農産物価格が上がっていく、農産物価格が上昇していくということです。あれ僕は今、老鎮地代利潤の話をすると言ったのに、これはその老鎮地代利潤の話ではなくて価格の話じゃないかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、この農産物価格の動きがですね、今言ったその3つの変量、老鎮地代利潤の動きをですね、大元のところで、根っこのところで決定していますので、最初に紹介するわけです。で、2つ目の長期歴史的な傾向はですね、時代とともに一国の地代と労賃の総額も上昇していくということです。そして最後のですね、3つ目の長期歴史的な傾向はですね、時代とともに投下資本に対する、利潤がですね、減少していくということです。つまり、2つ目と3つ目をまとめて言うと、地代と労賃は増加するのにですね、反対に利潤は減少するということです。はい。それで、リカードの挙手的動態論をですね、今、結論だけ、簡単にお話ししましたけれども、これからですね、ちょっとじっくり、どうしてこういうことになるのかということをですね、皆さんと一緒に考えてみたいというふうに思います。で、まずですね、第1番目の命題ですけれども、リカードはですね、時代とともに農産物価格が上がっていく、上昇していくと言っています。それは、どうしてでしょうか。で、このことを考えるにあたって、ここでですね、皆さんにリカードの農産物価格論を思い出してもらいたいわけです。で、農産物の価格はですね、前回から言ってますように、農産物に対するですね、社会的な総需要を満たす上で必要な最も高い生産費、つまり、再劣等値であるですね、A の生産費に加えて、社会的平均的な利潤をプラスした水準に決まるということでした。では、どうしてですね、こういうふうにして決まっている、今言ったようにして決まっている農産物の価格がですね、長期歴史的に、上昇していくのかというとですね、
ここでリカードは、ここに書いてありますが、人口の増加という要因を考えます。一番上の命題の下の方に書いてありますね。人口の増加という要因を考えます。長期歴史的に見て、社会の人口は増加していくというわけです。これはどうでしょうかね。今も、地球上の人口がですね、どんどん増えていってる。ということを考えるとですね、人口の増加というものを理論の中に入れてくるということは、一般的に納得できる前提ではないかなというふうに思います。それでは、その人口の増加を考慮の中に入れるとですね、農産物価格に一体、どのような影響が及ぶというふうに言えるんでしょうか。人口増加の一つのはっきりした結果はですね、社会の中で、より多くのですね、食料が必要になるということです。でそして、より多くの食料が必要になるということはですね、当然ながら、より多くのですね、農産物が社会の中で生産される。より多くの農産物が生産されることが必要になるということです。つまり、人口の増加はですね、農産物を増産する必要性をもたらすということです。それでは、農産物が増産されるということは、一体どういうことなんでしょうか。リカードはですね、これも前回言ったことですが、農産物が増産されるということは、今まで耕作されなかったような条件の悪い土地、つまり農産物の生産にあまり適していないような土地がですね、新たに耕作されることになることなんだというふうに考えたわけです。今までですね、みんな敬遠して耕作されていなかったような条件の悪い土地がですね、社会の中での食料需要の高まりに応える形でですね、新たに耕作されるようになる。でこういうことをですね、経済学では、ここに書いてますけど、公共の拡大というふうに呼んでいるわけです。耕す境の拡大ですね。イメージとして分かりますね。公共が、耕す境がどんどん広がっていく。そういうイメージですね。それを条件の悪い土地に向かって広がっていく。そういうことです。で、今言ったことをですね、言葉で言ったことを、ちょっと表を使いながらですね、説明したいというふうに思います。で、これ、先ほど出したそのスライド1枚目の例ではですね、最も条件の悪い土地は、これはどこであったかというと、サイレト地の A でした。が、
リカードによりますと、農産物がその増産されるということはですね、今までその耕作されていなかった A よりもですね、さらに条件の悪い土地、そういうのがあるわけです。その社会の中ではですね。A よりもさらに条件の悪い土地。これ例えば、スライド3枚目で言うと、この表の中の一番上の行のですね、A ダッシュ。ちょっとそのダッシュがですね、小さくて見にくいかもしれませんが、これ A の上にですね、ダッシュがついてます。この A ダッシュというような土地がですね、新たに工作されることになる。そういうことなんだというふうにリカードは言ったわけです。この A ダッシュの土地はですね、A の土地よりも、さらに条件の悪い土地です。これなぜかというと、A の土地ではですね、1クォーター生産できていたのに対して、A ダッシュの土地ではですね、同じ面積で、しかも、同じ資本投下額で、0.5クォーターしか生産できてないからなんです。A は1クォーターでしたから、A ダッシュは0.5クォーターということは、A ダッシュの方が劣っているということですね。で、こうやってですね、A ダッシュの土地が、耕作されるようになるとですね、確かに農産物を生産する土地の面積はですね、社会全体で見ると増えていってます。でそして、土地の面積が大きくなる、社会全体の中でのその農産物を生産する土地の面積が、増えるとともにですね、社会全体で生産される農産物の総量もですね、増えていってるわけです。その A の土地までしかその耕作されていなかった時にはですね、社会全体で生産される農産物の量はですね、10クォーターだったんですけれども、しかし、A ダッシュの土地が工作されるようになったこのスライド3枚目の表ではですね、社会全体で生産される小麦の量はですね、一番下の行ですけれども、10.5クォーターになっているわけです。こういうふうにですね、今までその、工作されていなかったような条件の悪い土地、今の例で言うと、それは A ダッシュの土地なんですけれども、その A ダッシュがですね、社会の中での食料需要の高まりに応える形でですね、新たに工作されるようになっているわけです。これがですね、先ほど言葉で説明した公共の拡大であるわけです。公共の拡大というのはですね、社会的な食料需要の高まりに応じて耕作面積がですね、列島地に向けて新しく列島地を取り込む形でもって、拡大していくことです。がしかし、公共が拡大することの結果はですね、今言ったような生産される農産物の量が増えるということだけではありません。その他にもいくつかのことがですね、結果として生じてきます。一つはですね、
今ちょっと言いかけましたが、再列島地が移動するということです。公共が拡大する前の再列島地はですね、先ほどの例では A でした。で、それが今や、A ダッシュに移動しているわけです。さて、再列島地が A ダッシュに移動するとですね、それとともに一体どういうことが起こるでしょうか。もうすでにお気づきの方もいらっしゃるかと思いますけれども、農産物価格がですね、上昇するわけです。これは前回から何回も言ってますように、再列島地というのはですね、農産物価格を決定する土地です。ですから、え再列島地が A から A ダッシュに移動するとですね、農産物価格を決定する土地もですね、A から A ダッシュに移動するわけです。今、この表のようにですね、A ダッシュの土地では、50シリングの資本投下に対して、0.5クォーターの小麦しか生産できないとします。A ダッシュではなくて、A ではですね、同じ、50シリングの投下で、1クォーターの小麦が生産できるんですけれども、A ダッシュの土地はですね、A よりも条件の悪い土地なんで、同じ面積でですね、A の半分の0.5クォーターしか生産しないわけです。そして、こういうですね、A ダッシュの土地で生産される小麦のですね、生産費プラス利潤はですね、0.5クォーターあたりで50プラス10シリング、合計60シリングになるわけです。そしてこの金額がですね、今、新たに、つまり公共が拡大した後で、この社会全体のですね、小麦の価格を決定するわけです。つまり、小麦の価格はですね、0.5クォーターあたりで60シリングになるわけです。ですから、1クォーターあたりで見ると、120シリングですね。先ほど、その A の土地が再列島地であった時にはですね、小麦の価格は1クォーターあたり60シリングでしたから、再列島地が A から A ダッシュに移動したことによって、小麦の価格は何倍になったのかというと、それはですね、2倍になったわけです。はい、以上が農産物価格が上がるということの説明だったわけですけれども、えー次に先ほどの第2番目の命題に行きますが、その再列島地がですね、A ダッシュに移動することによって起こる第2のことはですね、今の農産物価格の動きとも当然関連
してますけれども、社会全体の地代が増加するということです。まあ、社会全体の地代が増加するということはですね、この一番下の行ですね、の一番右端を見ていただくと、その数字をですね、1枚目のスライドと、それから、これ360って書いてますね、と3枚目のスライドを比較してもらうと分かるんですけれども、まず説明の順番としてですね、社会全体で生産される農産物の総価格というものをこう見てみると、えーそのサイレット値がですね、こう A から A' に移動すると、社会全体で生産される農産物の総価格はですね、スライド1枚目のですね、では、ここですね、3列目の一番下ですけど、600シリングであったのが、サイレット値が移動したそのスライド3枚目では、1260シリングになっているわけです。これはもう大幅に農産物価格が増加しているということがこう分かるわけですね。倍以上になって、1260-600ですから、660シリングもですね、増加しているわけです。これなぜかというと、一つはですね、農産物の単価がですね、今言ったように、1クォーターあたり以前の60シリングから公共が拡大すると120シリングに単価が2倍に上がっているからなんです。そしてもう一つの要因は、社会全体で生産される、農産物のですね、生産総量もですね、以前の10クォーターから公共が拡大すると10.5クォーターにですね、増加しているわけです。そして、ここからがですね、大事なところなんですけれども、この増加したですね、総農産物価格のほとんどすべてがですね、地代になってしまうんです。つまり、えー社会の中での総農産物価格の増加のですね、ほとんどが、土地所有者、地主の懐に入ってしまうわけです。社会全体の地代の額は、先ほどもこれは見たことですけれども、A がサイレット値であった時のですね、360シリングから960シリングになっているわけです。つまり、600シリング増加している。総農産物価格の増加が、660シリングであったわけですから、そのうち、今見たその600シリング、つまり、9割程度がですね、地代になってしまっているわけです。じゃあ残りの1割は何なのかというと、これはですね、新しいサイレット値である、A' の土地の、生産額であるわけですね。前回ですね、最後の方で、リカードの文章を引用しながらですね、その、土地で得られる生産物の不当を増加させるものは、すべて必然的に地代を高める傾向を持つと申し上げました。で、今の2つの表の比較から分かることはですね、まさにその今言ったリカードの命題を示しているわけです。
つまり、再劣等値とですね、優等値の格差が拡大して、地代が増えているわけです。で、再劣等値がですね、A' に移動することによって起こる第3のことは一体何なのかというと、第1は農産物価格の上昇であり、第2は地代の増加でしたが、第3のことは何であるかというと、これスライド5枚目に書いてあることですが、この再劣等値の移動によって、農産物価格が、上がるということはすでに申し上げましたが、そのことによってですね、労働者の生活費も上昇せざるを得ないということです。で、その結果として、労賃が上昇する。賃金が上昇するわけです。で、労賃が上昇するということは、このスライド3枚目からですね、スライド4枚目にかけて、この等価資本額がですね、ちょっと等価資本額のところをちょっと見ていただきたいんですけど、等価資本額が、スライド3枚目からスライド4枚目の状態になること、状態へ移行することによって、その50シーリングからですね、53シーリングに増加したという形でもって、表現しています。等価資本額が、スライド3枚目の50シーリングからですね、スライド4枚目の53シーリングに増えたのは、今の場合ですね、労賃が上がったからです。当時のイギリスの労働者の生活費の中ではですね、食料費、特にその主食の費用が大きなウェイトを占めていました。生活費の中で、食料費が占める比重を示すエンゲル係数というのがありますけれども、皆さんもご存知だと思いますが、そのエンゲル係数がですね、この時は高かったわけです。したがって、主食の農産物価格が上がるとですね、それに伴って、労賃が上がらないとですね、労働者は、生活することができなかった。つまり、これは続めて言うとですね、再劣等値が、A' に移動するとですね、労賃が上がるわけです。さて、再劣等値が A' に移動することによって起こる第4のことですけれども、こうやって、その農産物価格が上がる結果としてですね、労賃が上がり、そして地代が上がる。そうすると、今度はですね、今度はと言いますか、最後に、利潤が減少します。で、スライド3枚目ではですね、50シリングの資本投下に対する平均利潤は10シリングありました。がしかし、
スライド4枚目に行くとですね、つまり公共が拡大した後の状況、公共が拡大して労賃が上がった後の状況を見ると、労賃が上がって、資本投下が53シリングに上がったことに伴ってですね、この資本投下に対する利潤は、先ほどは10シリングでしたけれども、今度は7シリングに減っているわけです。で、ここでまさにですね、強く効いているのは、前回お話しして、先ほどもちょっと言いました、リカードの利潤に対するものの考え方であるわけです。つまり、利潤というものはですね、労賃、利潤、すいません、労賃地代が決まった残りとしてですね、多律的、消極的にですね、その大きさが決まる。そういうものの考え方であります。で、労賃はですね、労働者の生存の糧なので、これは農産物価格が上がったらですね、労賃も上がらないと、労働者は生活していくことができない。また、地代もですね、人間が、生存する上でですね、最も重要な生産物である農産物を生産する場である土地を提供する代価なので、これもですね、上昇せざるを得ない。したがって、労賃や地代が上昇する結果として、利潤が減少するというわけです。以上でですね、リカードの挙手的動態論をほぼ説明し終えたわけですけれども、少し話が込み入ってきましたので、最初の要約の繰り返しになりますけれども、話を整理する意味でもう一回ですね、要約しておきたいというふうに思います。で、まずですね、リカードの挙手的動態論とはですね、一つは時代とともにですね、農産物価格が上がっていくということです。そして2つ目はですね、時代とともに一国の地代と労賃の総額が上昇していくということです。そして3つ目はですね、時代とともに、投下した資本に対する利潤が減少していくということです。こういう3つの命題に要約されるのが、リカードの挙手的動態論であります。はい。ところでですね、ここで、その、リカードの挙手的動態論の世界ではですね、一体誰がですね、利益を得ているのか、誰が得しているのかという問題をですね、考えてみたいというふうに思います。得しているのは労働者でしょうか。今ちょっと首を横に振った方がいらっしゃいましたけれども、そうですね。確かにですね、労賃も上がっています。先ほどその労賃が上がったためにですね、投下資本額が増えるという話をしましたが、確かに労賃は上がっている。がしかし、
労賃が上がることの大元にあるのはですね、農産物価格の上昇であったわけです。食料であるですね、その農産物価格が上昇したからですね、労賃もですね、それにつれて上昇せざるを得なかったわけです。では、労働者はですね、労賃、賃金が上がったからといってですね、それとともに、生活水準が上がったのかというとですね、そういうわけではないわけですね。上がった賃金、上がった労賃で、今やですね、値段が上がってしまった農産物を、おそらくはですね、以前と同じ量だけ、変えているに過ぎないわけです。同じ量だけ買っているに過ぎないわけです。それでは、農産物価格が上がった結果として、その価格上昇のですね、美味しいところ、果実は、一体その誰のものになっているのかというとですね、それは先ほど見ましたように、そのほとんどすべてがですね、地代として土地所有者の懐に落ちたわけです。ですから、この挙手的動態論の世界ではですね、えー社会発展の受益者は一体誰かというと、それはもっぱらですね、土地所有者であるわけです。そして、こういうですね、リカードの挙手的動態論の世界は、人類の未来に対して、極めて悲観的なものの見方であるわけです。これはなぜかというとですね、利潤の低下と、そしてそれに伴うですね、事業活動の停滞を予見しているからなんですね。リカードはですね、極端に、ついに利潤はほとんどゼロにまで低下するとまで言っています。そして、利潤が低下すると、どうでしょうかね。これはですね、人々が何か事業をやろうと、事業に投資しよう、そういう意欲をですね、低下させるわけです。儲けもないのに事業にお金を投資する人はいないわけですね。そして、投資意欲が下がるということは、すなわち、社会の停滞をもたらす。リカードはですね、そういうふうに考えていたわけです。つまり、そのリカードの挙手的動態論が描いた世界というのはですね、土地所有者が、時代とともにますます肥え太っていく一方で、え事業への投資が滞ってですね、停滞色を強めていく社会でありました。そして、こういった認識のもとにですね、リカードは、これスライド6枚目ですけれども、政策提言を行うわけです。それはどういうものかというと、えー
農産物価格を引き下げる。そのためには、農産物に対する関税をなくしてですね、外国から安い農産物を輸入することができるようにしなくてはいけない。つまり、自由貿易主義というものをですね、リカードは主張するわけです。こういうリカードのですね、自由貿易主義の主張は、工業都市であったマンチェスターの商工業経営者のですね、階級的な利益を代表していました。代弁していました。そして、リカードのですね、自由貿易主義の主張はですね、高い農産物価格から、当時、その利益を得ていた土地所有者、地主の階級的利益とですね、衝突したわけです。まあ、あの、前回お話しした、そのリカードの、生態論の世界もそうだったんですけれども、今日お話ししたですね、その挙手的動態論の世界も、私は、割と分かりやすいもんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ただですね、リカードの挙手的動態論にもですね、前回の生態論と同じように、いくつかの前提条件がありますので、リカードの挙手的動態論を、より一層よく理解してもらうためにですね、今日は最後にリカード挙手的動態論の前提条件についてですね、お話ししたいというふうに思います。はい、さて、そのリカード挙手的動態論のですね、第一の前提条件は、実はですね、これは前回お話しした、生態的な地代論の前提条件と、同じものです。つまり、社会がですね、三大階級、つまりその資本家、労働者、土地所有者からなっていて、で農業生産もですね、この三大階級が、それぞれの役割を分担し合うことによって営まれているということです。こういうリカード理論の前提条件をですね、階級構成条件というふうに呼びたいと思います。階級構成条件についてはですね、すでに前回、お話ししておりますので、ここで改めて詳しくお話しすることはいたしません。ただ、ここで、改めて言っておきたいことは、次のことですね。階級構成条件は、19世紀のイギリスでは、現実にマッチしていましたけれども、しかし、その19世紀イギリス以外の世界ではですね、階級構成条件は、実はですね、当てはまらない場合が多いということです。つまり、農業がですね、その三大階級によって営まれているという認識はですね、これ多くの国で現実に農業は家族経営によって営まれているという、そういう状況にですね、そぐわないわけです。家族経営の農民というのはですね、これは自ら土地を
持っていて、そして自ら労働し、そして、自ら資本を投下する。つまり、農民というのはですね、同時に土地所有者であり、労働者でもあり、そしてかつまた、資本家でもあるわけです。こういう今言った3つの立場をですね、一身に兼ね備えた存在。それが農民であります。ですから、リカード理論を使いながらですね、現実の農民の行動を分析する場合にはですね、こういうその階級構成条件がリカード理論にはあるんだということをですね、しっかりと念頭に置かなければならないわけです。で、リカード理論の前提条件として次に紹介したいのはですね、ここに書いてます、片括弧にとして書いてありますが、収穫低減条件と言われるものです。で、収穫低減条件というのはですね、先ほど紹介した例で言いますと、A ダッシュの土地への資本投下は、A の土地への同じ額の資本投下よりもですね、少ない結果、例えば半分の農産物をもたらすに過ぎないということです。つまり、もう少し一般的な形で言うと、新しい資本の投下がですね、前よりも少ない結果をもたらすに過ぎないということです。これが収穫低減条件ですね。収穫低減条件を少し専門的に表現するとですね、農業への新たな資本投下が、限界農業生産性の低下を伴う形で行われるというふうになりますけれども、限界農業生産性というその耳慣れない言葉の意味は、そのスライドに書いてありますけれども、次回ですね、次回以降に、改めて詳しく説明したいというふうに思います。ただですね、この収穫低減条件が、リカードの挙手的動態論の中ではですね、極めて重要な役割を果たしているということはですね、皆さん容易にご理解いただけるのではないかなというふうに思います。というのも、農産物価格の上昇はですね、この収穫低減条件から直接にですね、導き出されていたわけですね。で、なおですね、こういうリカードの収穫低減条件に対してはですね、前回、この方の名前が出てきましたけども、リカードの学問的継承者であるマルクスがですね、批判しているわけです。で、マルクスはですね、この人類の、生産力向上に向けた努力、取り組みというものを非常に重視して、条件の悪い土地、先ほどの例で言うと、例えばこの A ダッシュのような土地でもですね、技術開発の結果として、高いパフォーマンスを上げることができる可能性があるということを指摘しているわけです。はい。で、
そのリカード理論の前提条件として、最後に、紹介するのはですね、飢餓的賃金条件と言われるものです。つまり、リカード理論にはですね、労働者が受け取る賃金水準は、最低限の、これはもうかろうじて上をしのぐ水準に過ぎないというですね、前提があるわけです。で、このことからですね、今まで見てきた賃金の硬直性の観念ですね。つまり、賃金というのはですね、実質的に引き下げるのは困難で、農産物価格が上がるとですね、それと連動して上げざるを得ないというですね、そういう考え方が出てくる。生活費に占める食料費の比重が非常に大きいので、農産物の価格上昇はですね、賃金の上昇に直結する、そういう考え方が出てくるわけです。で、こういうその飢餓的賃金条件もですね、先ほどの階級構成条件と同様に、リカードが生きたですね、19世紀前半のイギリスの状況を強く反映しているわけです。つまり、19世紀前半のイギリスの労働者の賃金というのはですね、極めて低くて、本当にカツカツ、日々生きていくのがやっとの水準であったわけです。そして、こういう労働者の状況はですね、今日の先進国の労働者の状況とは直接的にはですね、結びつきにくいものであるということは言うまでもないことだと思います。はい。で、以上、リカードの挙手的動態論の3つの前提条件についてお話ししました。でそして、今言った3つの条件のうち、2つの条件、すなわち階級構成条件と飢餓的賃金条件はですね、少なくとも今日の先進国では直接は当てはまらないものでした。そして残りの一つである収穫低減条件もですね、マルクスが反論しているというふうに言いましたが、議論の余地のあるものでした。つまり、リカードの挙手的動態論はですね、今日の状況とは少し異なる状況を前提としながら組み立てられた理論ということができるわけです。では、今日、リカード挙手的動態論を学ぶ意味はないのかというとですね、今日の世界を見渡してみると、世界的にですね、利潤が低下していって、社会の活力が失われていっている。あるいは、人口増加だとかですね、あるいは気象変動を背景としながら、食料価格の上昇が起こってきています。こういったことはですね、まさしくリカード挙手的動態論が予見した状況であるわけです。こういった状況を見るとですね、今私が言ったリカード挙手的動態論の3つの前提条件やですね、そしてその前提条件に由来する限界を踏まえながらですね、踏まえながらもしかし、この理論を学んで、現実の問題を考える上でのですね、羅針盤にしていく。そういうことがですね、
必要なのではないかというふうに思います。ということで、本日は、挙手的動態論を中心にしながらですね、リカード理論を勉強しました。はい、ということで、ちょっと、録画を止めます。